Meshtabi. This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Niseko Kaiwai 12 des. Let's get it started. 1. Niseko. The Power Bar Cafe. 通りすがりで見つけたカフェ、健康エコ意識高い系カフェね。外国の方々が朝お茶しに来てて、なんか海外に来てるみたい。外国人先生が英会話のグループレッスンやってたね。あんな朝早くからやるのね、びっくり。ユミちゃんが作ってるスコーンやドーナツが美味しいですね。ユミちゃん知り合いなの？いや、あんまり美味しいんでどっかから仕入れてんですかって聞いたら、ここでユミちゃんが作ってますって店員さんが教えてくれた。ユミちゃんすご腕ね。見た目もお味もとっても美味しかった。キュウリのモヒートが爽やか。ニセコ製の白砂糖、添加物、動物性食品不使用のエナジーバー、パウバーがおしゃれだね。試食させてもらったけど食べやすかったね。食料危機に備え買っといた方がいいかも。だな。2. Makuli. Boulangerie Gin. 素晴らしいロケーションにあるパン屋さん。すごい量の薪が積んであったわね。やはりパンも水がいいから美味しいということなのかな。パン屋のコストの大部分、火力を薪で賄えるのは大きなメリットなんだろうね。だからニセコはピザ屋さんやパン屋さんが多いのかな。そうなんでないかなと思うよ。ランシマのエグビブさんもそういう理由であそこに作ったのかもね、パン屋さん。すっごいクロワッサンですね。感激。とっても軽いのこれ。マッカリーナのパンはここのパンを使用しているそうですよ。だから美味しかったのね、マッカリーナのバケット。テーブルの上パン粉だらけにしちゃっちゃ。蜂蜜パンも美味しいけど、いやクロワッサンは過去最強レベルですね。バター臭くなくってパリサクのヤバ黒ですね。毎朝これを食べれたらどんなに幸せだろうねえ。3. Pure Goku. Nona-san. 京極といえばここののさん。かなり久しぶりにお邪魔しました。前回来たのは10年前ぐらいかな。スタッフほぼほぼ外国人だったよね。そういえばそうね。今回は 100% 日本人でしたね。あ、そう。相変わらず大人気。次々とお客さんがやってくる。このポツンと一軒家的レトロ感満載な感じが好きだわ。わかる。目の前に羊蹄山、ロケーションも最高だすね。しかも BGM にトラさん流れてて癒されまくりでした。下町か。肝心のうどんはいかがかな。讃岐うどんほどコシはないんだけど、つるつるもっちもちうどん。おじさん好きなタイプだわこれ。お、いいね。もちもち系うどん好きだな。ニセコはそばもパンもうどんも美味しいから昼ご飯選択究極に悩むわね。だね。 4. Hirafu. Graubünden. ニセコの別荘地にあるカフェ。なんとなくありがちな感じがして入るのすんごい迷ったよね。でも入ってみてよかった。サンドイッチが人気ということでね。サンドイッチって思ったんさ。ねえ、写真の感じからして期待してなかったのよね。はい。でもこれヤバうまでした。サンドというよりバケットが最高の食感だったね。編集してる時思い出しよだれが半端ねかったっすこれ。あんまりにも美味しかったのでね、店員さんからパン屋さんを聞き出したね。そうそう。ひょっとしてここもブランジェリージンなのかなって思ったんだけど、あまりにも美味しかったからしたっけ違ったんだよね。ねえ、びっくりした。それで教えてもらったホワイトロックにパンを買いに行きました。はい、ホワイトロックも美味しいね。ニセコすんごいね。こんなに美味しいバケットサンドは初めてですね。またニセコに行ったらこれは外せませんね。むしろ真っ先に行っちゃう感じ。 5. Cookchang. Cafe Crepe Riz. お米屋農家さんが営む米粉のクレープ屋さんです。違うお店に行くのにたまたま通りかかったんだよね。したっけ。米粉グルテンフリーの上りが立っててね、事前調査では全く情報をキャッチできてなかったんですが、手当たり次第の飯旅ーズは、はい、ためらわずにいいんです。お腹がいっぱいとかそういうの関係ないですからね、我々。ほんと見境ないよね。そう、満腹かどうかはお構いなし。いつ食べるの？今でしょ。
精神です。後でまた来ようで何回も失敗してるもんね。そう、売り切れ早じまい臨時休業前倒しラストオーダーが怖いので見境なく食べちゃうんです。これ美味しい。普通のクレープより私好き。これはみっけ。超満腹なのに無理して食べてみてよかった。ねえ、近所に欲しいこのクレープ屋さん。ねえ。6. Niseko. Niseko Takahashi Bakujo. 北海道って感じの草原が気持ちいい。インスタ映え撮影ポイントとして最高ですね。誰もが憧れる牧草ロールまたがり。羊蹄山大草原背景ヤバ映えね。道外の方は大喜びですね。ほうじ茶とブルーベリーというセンスのかけらもない2色をチョイス。爽やかなブルーベリーに濃厚ほうじ茶がすんごいビターで大人っぽいジェラね。美味しいね。はい。北海道らしい牧草ロードまたがり撮影なら、ここか富良野の6号がおすすめだね。7. Makuli. Makuli to Hukobo. 水汲み半端ない。京極よりすごい。皆さん生活水を汲みに来てる感じ？洗車しに来てるおじさんもいたよ。羊蹄の名水で洗車？なんとも贅沢。皆さんわしゃわしゃ汲んでるね。美味しいもんね、やっぱり。そう、すんごい柔らかいっていうの？普通の水と明らかに違う。違うね。北海道の宝ですわ、この水場。ずいぶん外資に買われているニセコだけど、ここだけは売らないで。お願い。水が柔らかいからすごい豆腐本当にすごかった。超レアなとろける食感。ああ、スイーツみたいな食感の豆腐だね。8. Cookchang. Raheel. またまたジェラちゃんです。ここのめっちゃ爽やか。ジェラ史上一番好きかも。こういうタイプ初めてかもね。加糖してない感じ？ジェラートの原材料には冷凍物は一切使わず生の果物だけを使ってるんだって。旬の果物を使うのでメニューもその都度変わるそうだよ。だから品数他と違って少ないんだね。ショーケースがあらって感じ。そうだのさ、最初店入った時はって思ったよね。でも生フルーツのみでってのを知って納得。うまいはずだぜ。喉が渇かない極上ジェラート。ここを知らずにジェラートは語れない。ここも外せないニセコのセコムのナイスポイントだね。9. Makuli. Te uchi sobar ishi mame. 石臼を豆にひこうというのが店名の由来である石豆さん。へえ、そうなんだ。開店30分前ぐらいに着いたんだけど、すんごい車列だったね。人里離れたニセコに皆さんよく集まってくるわよね。やっぱり美味しいものが好きなのね。と平日なのにすんごいよね。10台ぐらい並んでたかな。1時間半ぐらい待ったね。羊蹄の名水で打ったそばにやっとありつけました。なんか見た目ブツブツとした麺にびっくり。ブツブツ？ザラザラじゃなくて？そうなの。ブツブツ吉田っぽい麺なの。ブラマヨ吉田は綺麗になったけど、石豆さんはブッツブツなの。へえ、なんか出汁とか辛味噌でうまいかもね、それ。食感もブツブツなのかな。それがほとんど感じないの。噛んでると香りと甘みをすんごい感じるお蕎麦なのであります。ほう、ぜひおじさんも食べてみたいですね。次回はそばがき食べるためにも次回はポールポジション狙いだね。そうだね。10. Cookchang. Chugaku Chubo Koka. ニセコで大人気の中華屋さん。地元の方々でずっとウェイティングがかかってましたね。麺が美味しいね。初めて見るタイプの平打ち麺。これ美味しいわ。なんか北方の麺っぽいもちもちだったね。うまいわこれ。麻婆豆腐も適度なしびれがいいわね。濃厚なんだけど一瞬柑橘系かなような爽やかなホワジャオが香ってね、食欲増すわこれ。またまた食べ過ぎちゃったね。まあいつものことだけどね。撮影入るとだいたい2人とも2キロは太るからね。間違いない。ニセコの晩飯はかなり選択肢が限られるので早めの行動を。または予約した方がいいかもね。だね。11. Niseko. Nupali. ニセコ駅の中にある可愛いお店。近くには古い SL が飾られたりしてて、
なんかノスタルジックな雰囲気がいい感じね。テーブルの土台には枕木があしらわれ、足は全て古いミシンをリノベしたもの。天板はアンティーク家具で統一されてるのがいいね。店内は懐かしいオノリサのボサノバが流れ、開け放った窓から小鳥のさえずりが聞こえるゆったりとした時間が流れているわね。第二昼食のためハンバーグカレーはライス半分で注文。濃厚なほぼビーフシチューみたいなカレーね。我々の中でしかわからない表現かもしれないけど、一文字とクロックの中華みたいな欧風カレー、これ美味しいね。第二昼食ってなかなか聞かないフレーズでしょうが、私たちはしばしば第二朝食、第二昼食、第二夕食を取ります。その間にもスイーツだったりデザートだったりパンだったりね。そうまでして食べなくってもって思うのですが、どうしてそこまでして食べるのかって、なぜならそこに美味しいかもしれないものがあるからさ。12. Maculina 東野サミットで各国のファーストレディーたちが利用したというフレンチレストランマッカリーナ。札幌フレンチの名店モリエール系列のお店で、美瑛のビブレやアスペルジュも同系列ですね。シェフは前略おふくろ様というテレビドラマを見て憧れ、板前を目指すようになったというのが驚きよね。私は前略おふくろ様知らないけど、北の国からみたいなやつなんでしょ。そうそう、北の国からでは純の独り言ナレーションが特徴だけど、独り言？心の声でしょ。そうとも言う。前略おふくろ様は証券が料亭に板前修行に住み込みで働いてる時に、おふくろ様宛てに書いてる手紙の内容を純みたいにナレーションしてるんさ。前略おふくろ様、最近俺は忙しいわけで、みたいな感じでね。へえ、やっぱりボソボソ喋る感じのタッチなんだね。そうそう。でも板前志望だったのにジョエル・ロボションの料理に触れ、感銘を受けてフレンチを目指すようになったってすんごいよね。180度方向転換。すんごい。おじさんは前略おふくろ様と同時代に流行ってたトラック野郎に憧れてたけど、いとも簡単にトラック野郎になれちゃったからね。目指すものの目標低すぎたね。トラック野郎のあなたがどこでどうなってこうなったの？まあその辺はおいおいね。あらま。自家農園の野菜をフューチャーしたナチュラル感がいいですね。今回は2コースそれぞれ食べたけど4200円のコースで十分ね。前菜の内容が若干違うのと、ワンプレート前菜の生ハムが多いのよね。森を眺めながらゆっくり過ごすランチタイム、よかったわ。こんなにブロッコリーを摂取したのは初めての経験です。そうね、ワンプレート 100% ブロッコリーの斬新さ、シェフは間違いなく巨匠ね。奥様方からビジネス系、おしゃれゲイっぽいおじさんまでいろんなお客さんが食事を楽しんでたね。そうね、平日なのにびっちりだったわね。しかしあの時の海ちゃんがハリウッド女優になるとはね。海ちゃん？前略おふくろ様には若かりし頃の桃井かおりが出てたのさ。証券とハトコのピンキャバホステス役でね。そっか、確かさゆりでハリウッドデビューしたのよね。スピルバーグ作品に出演した日本人女優は海ちゃんぐらいじゃないかな。山井香織でしょ。 Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Farano ba Kaiwai des Otanoshimini See you soon。 大阪にバンドのライブで行った時にですね、はい、その時フェスティバルだったんですよ。日本中から、その地区地区の有名なバンドが集まったお祭りみたいなのをやるぞっていうことで、フェス日本中から北海道代表で俺らが行ったんだけど、だからバンドの名前がね、バンの横に入ってるんですよ、それちょっと言えないけどね、それで御堂筋っつって大阪で片側6車線ぐらいのでっかい道をこう、ライブハウスのリハに向かって走ってる時に、違う地域から来たバンドの、どこだったかちょっと名前忘れた。俺らも知ってたその名前。岡山かどっかから来たバンドだなと、そしたら並んだんだよね、信号待ちで。して手振ってきて、うわーっつって、あーっつってあんまりそういう社交性は俺たち全然なかったんで、あーって言いながら信号青になったから行け行けっつって走り出したの、そしたらまた
俺らに追いついてきて、うわーって手振ってくんだよ、窓から、運転手も、運転しながら、でそのうわーいって手振りながらそのまんま前の車にダシャーって、突っ込んでったっていうね、はい、ライブハウスで再会した時すごい気まずいムードだったけど、あそこは爆笑じゃないのテンション上がりすぎちゃったんだね、きっと。はい、かわいそうなやつらって